今回はですね、キャンピングカーオーナーズということで、早速ですね、オーナーさんには車の中で待ってもらってますので、入っていきたいと思います。はい。で、今回ね、ご紹介する車はこちらですね。アドリアのソニック 700SL シュプリームという、ソニックの中でもね、最上級クラスのこのシュプリームですね。こちらの方のオーナーさんに紹介をしていただこうと思います。それでは早速ね、中の方入っていきたいと思います。早速ですけど、お邪魔します。はい。はい。そうしましたら、これからですね、キャンピングカーオーナーズの方、撮影の方よろしくお願いします。お願いします。実は、はい。出演していただくのが2回目という。2回目です。いつもありがとうございます。なめかじさんです。前回ですね、サンライトの時に紹介させていただいたんですけども、今回ですね、見ての通りの車を乗り換えられたということで、ちょっと2回目の撮影をさせていただいております。はい。じゃあ今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、これ早速なんですけど、このシート、はい、こんな色ありましたっけ？黒革なんで。なんか黒革です。初めて見たんですよね。僕が去年、多分ジャパンキャンピングカーショーで見たのはこの色。まあ逆に黒じゃなきゃダメですよと。なるほど。はい、他の色は選べませんということで、この色になって、まあ座面はこれただ防水のなんか一枚のただ巻き込んでるだけなんですけど。ああ、そうですよね。まあお子さんとかワンちゃんいますからね。はい。じゃあこれは最初からもうこれだったんですか？オプションっていうわけじゃなくて、もう最初からこの状態です。これ前のシートもそうなんですね。これも本革でなってるんですね。同じように。はい。多分これ22年モデルで、その前の年、あれどうなんだろう。シートベルトがあったかどうかないような気もするし、ここについてるおかげでこうシートを回転させたままでも助手席は走行中もこのままでいける。あ、そうなんですね。まあ大体ここがシートベルトがそのままついてくるからそうです。ジュアンが座るけど、最初の5分は楽しんでるけど、5分経つとママ。まあそんなもんですよ。で回転させるとママがここに座ってるから。なるほど。あ、そうか。そう、それはすごい助かるな。ここにそうですもんね。ここにも座れて、でこっち側も回転して座れるってことですもんね。ここにもシートベルトあるんで。はい。あ、これはここも座れるんですか？座れます。あ、そうなんですね。ちょっと見えなくなってるけど、ここにあります。そうするとこれ乗車は5人ですか？5人乗車なんですね。これなんですか？これマグネットで、まあなんか背もたれ的な頭。なるほど。ここの座った人用のあれなんですね。全然気づかなかった。そんな風になってるんですよね。5人乗車人数の6人就寝ですか？5人だと思います。5人就寝。ここがまあ後で下ろしますけど、降りてきて2人。後ろが多分3人寝れるかなと。で、ここはベッド展開にならないんで。なるほど。これじゃあ、ここは展開できないんですね。できないです。このテーブルは前回と同じように動くんですか？動きます。まあ、こんな。あ、やっぱこれは動くんですね。こういう感じで。これなんか、これですね。前のよりでかくないですか、テーブル。若干でかい。でかいですよね。アドリアのテーブル、これはでかかったんだ。で、もともと天板が白なのを、めぐちゃんがなんか貼ったっていう。そうこれ昨日ここでみんなで飲んでる時にこれテーブル純正でこんな感じなんですかっていう話になって素材が汚れついたら落ちにくい素材でじゃあもう先に貼っちゃおうみたいな。あ、そうなんですね。でもこれおしゃれですよね。この車の感じに。これじゃあ奥のところもテーブルを逆に手前に引っ張っちゃえば座れるってことですね。座れるけど乗り心地はそんな良くないんで、だいたいここの人が足伸ばしたり。あ、そうか。あとは荷物使い方ができるんですね。荷物を結構長期の時は子供のおむつとかワンちゃんの餌とかをここに使わない。あ、そうなんですね。はい。いいっすよね。めでたくいます。ワンちゃんここにいます。はい。今中に入ってます。はい。いつもはもうあれですよね。縦横無尽にここにいますもんね。はい。ね、まああとはテーブルの高さも変えれる。あ、これですね。前回のところはやっぱ一緒のあれなんですね。これちなみにこれ何ですか？この白いの。あ、これは冷蔵庫です。買ったっていう。あ、普通に後からのやつですね。そうです。そうか、冷蔵庫遠いですもんね。運転中取りいけないですもんね。運転中はもうここで置いとけば、なるほど。ジュースが冷えるし。いや、いいっすよね。この広い車ならではの。確かに遠いですもんね、冷蔵庫まで。いや、すごいですね。もうこのダイニングからだいぶ雰囲気が変わりましたよね。そうですね。前のよりはだいぶスタイリッシュに。全然変わっちゃいましたね。間接照明も。そうですよね。で、この間接照明も白ではないんですよね。この欧州のヨーロッパカラーっていうか、特有のこの暖色で全てこういう感じの間接照明式ですよね。直接的なあれじゃないんですよね。隙間でこう光が漏れる。調光も変えれるんで。あ、そうなんですね。まあ長押しするとこう
ああ、はい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 。結構暗くなりますね。はい。全体的に。あ、そこも変えれるんですね。はい、横のところ。へえ。あれなかったですよね。今までのアドリアでも。そうなんか何台か撮影させてもらってて、照明なかったなと思って。まあ、あと読書灯が結構増えたかな。はいはいはい。スポットライトみたいなんですよね。それってなんかレールで動くんですか？動きます。やっぱそうですよね。まああんまり動かさないようにします。USB の差し込み口とか。はい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 。ありますね。あとこの運転席のこの横のこのスペースっていうのは、ここはもう収納です。あ、それ開くんですね。はい。はい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 。結構入ります。そこいいっすね。はい。サンライトの時とかはこのスペースってがないですよね。そう。ボディでしたもんね。ここまでがデュカトの幅なんで。はいはい。ちょうどこういう感じですよね。そうですよね。やっぱこの方のタイプになると全部あれですもんね。スペースが変わりますもんね。前のスペースが。その分だけ広くなってますよね。やっぱ違います？全然違いますね。全然違います。やっぱり前のと。一応その感覚が体感が違いますね。ここの幅は変わんないんだけども、ここが広いおかげですごい広く感じるかな。やっぱそれはじゃあ前のと比べても全然、そうですよね。なかなか多分新型旧型というか乗ってる人もいないですし、ちょうどあれですもんね。型も変わったんですもんね。アドリブ。そうですね。上収納とか行っちゃっても大丈夫ですか？はい。じゃあちょっとすみません。そのまま収納とか見せて。まあなんか落ちてきます。キャンピングカーあるあるで。皆さん毎回なんかやってくれるんですよね。まあ収納はそんなに多くないのかな。結局ここにエアコン置いてしまったんで、まあこれがもう一発あったのを潰して入れてる。じゃあそこエアコンがないと収納になる。収納になる。あ、なるほどなるほど。ここもこういう感じで。でもすごい綺麗ですね。なんか収納の中に収納が入ってる感じで。ここサーキュレーターがまあつけてしまったんで、ここまでしか開かない。なるほどなるほど。まあちゃんとスポンジで当たって。でもこれあれですもんね。サーキュレーターがこのエアコンを後ろに送るためのってことですもんね。はい。結構でかいですよね。このサーキュレーター。でかいです。幅が広い。つけてみますか。結構音がするんですよ。今出始めていいのかな。はい。そうですね。結構強いですね。で寝るときはこれを使って。いや寝るときも結構冷えるんで。もうそこに。つけなくても。そうなんですか。これをたまにつけたりつけなかったりタイマーセットして。後ろにもサーキュレーター置いてるんですけど、その風当たるだけで十分真夏でも寝れたかな。意外とじゃああれなんですね。ここにエアコンは正解なんですよ。そうですね。大正解です。前は寝室につけてたんで。そうですよね。リアのベッドなんですよね。ここがもう暑くて入れなかったのがまあ全然。これ意外ですね。この長い 7.5 メーターの車でもここにエアコンつけるのが実は最適だったっていう。ここ多いですもんね。どっちかにつける方多いですよね。でここにこの車エアコンこれ走行中だけエンジンつけてる時だけエアコン出るんですよ。これ車のエアコンですか？そうです。じゃあ切り替えられるんですね。走行中はこっち行けるんですよ。そうです。わざわざこれつけないで。じゃあ止まった時だけ家庭用エアコンに切り替えて。これは便利ですね。これあるんですね。アドリアでこんなの。ソニックだけついてるみたいです。そうなんですか。初めて見ました。普通のあれですね。車のエアコンですね。出してみますか？エンジンかけなきゃ。結構風出ます。本当だ。もう音が結構すごいですね。これ結構冷えます。じゃあ普段はもうこっちだけですね。これすごいことが起きてますね。エンジンかけるとこれ自動で上がるんですか？シェードが開いちゃいます。やばいっすねこれ。そういう感じなんです。それちなみに消すと自動で閉まるんですか？いや閉めるときはまあボタン押してこうやって。これやばいっすね。これ自動は初めて見ましたよ。これ上じゃあ後から上に上がってくるっていう。なるほど。上に上げるときは自分でまた手動になるんですけど、この状態だと外から中見えないんで。そこで止まるようになってるんですね。で明かりがちょっと入るぐらいの。そうですね。それで閉めたいときは自分で。でも電動ですもんね。そうです。でエンジンかけててもこの辺くらいの高さまでは日よけで下がってくる。そうなんですか。下げようと思えば。これすごいっすよね。初めて見ました。こんな電動のシェードなんてあんだと思って。壊れたらアウトですけどね。電動がゆえに手動の方が良かった。意外とあれですよね。気にしますよね。
意外とじゃあ上の棚っていうのはそんなに多くはないですね。こことそうですね。まああとはこのキッチンのとこに、はい、でそのまんま後ろ下がってこっちは今度キッチンですね。そうです。でテーブルの本来の素材がこれと一緒なんですよ。あ、はい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 。なんつうんだろうこの。だからもうねちょっと汚れついたら落ちないみたいな。ああ、テーブルもこれだったんですね。はい、この素材です。でここにオーブンがもともとついてて、はい、まあそのオーブンを外して電子レンジをぶち込んだと。これ電子レンジですか？電子レンジです。これオーブンレンジっていうんですか？はい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 。これもすごいですよね。こんなぴったりにはまるって。毎回でも結構皆さんメーカー違くても入ってますよね。そうですね。なんかこの辺のフィッティングがすごい頑張ってくれて。やっぱ電子レンジ結構使えます？うちはめちゃくちゃ使えます。でこれはもう普通にインバーターで動かしてるそうですもんね。この辺って中見ちゃっても大丈夫ですか？あ、全然 OK です。はい。こういう感じです。あ、結構あれですね。ぎっちり入ってますね。ぎっちり。基本車内で食事がうちは多いんで、動画ではあんまりね、家族だんだん出てこないですけど。はいはい。あ、すごい綺麗ですね。めちゃくちゃ綺麗ですね。そうですか。前回はキャンプでしたね。いい感じですね。いやすごいですね。結構入りますねこっちは。結構入ります。とここも収納です。あ、上ですね。上、まあ米。こっち率の方が高いですね。こっちは。ここすごいっすね。ここ奥行きも結構ありますね。ここはすごいですね。これはめちゃくちゃ入る。こっちがちょっと戻ると、こっち側がキッチンですよね。キッチンです。で三つ口コンロですね。やっぱこのタイプも三つ口なんですね。そうです。こんな。ああ、はい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 。これってやっぱあれですか。ちゃんと普通にあれだけで火つくやつ。あ、本当だ。やっぱハイテクですよね。なかなかキャンピングカーこれできないのが多かったですもんね。まあ前回のサンライトはね、チャッカマンそうですよね。そうですよね。感じだったんで。これあれですか。やっぱ前回同様3ついっぺんには使え。もうほとんど使わないですね。やっぱそうですよね。大体やっぱ端と端だけ。そう。一応換気扇もついてて。あ、はいはい。こういう感じで、まあおもちゃみたいな感じですけど、大体窓を開けて使う。これはもう標準でついてるんですか？標準ですね。これ後付けできないですもんね。はい。最初からじゃないと。この辺はじゃあもうよく使うものを置いてるような感じで。はい。ちなみになんですけど、これ走行中とかってこれ動かないですか？全然平気ですか？はい。じゃああれですね。車がそもそもそんな揺れないんですね。あんまり気にならないです。あ、本当ですか？はい。でここに水がシンクがあるってことですね。はい、水あります。ああ、やっぱこれ結構深いんですよね。ヨーロッパのやつって。そんなにここの間口が大きくなくても深さがあるからいいですよね。そうですね。これ水とかって結構使われます？水めちゃくちゃ使います。めちゃくちゃ使いますね。うちはもう洗い物とかこの中でやっちゃう。にしてっても結構3日間くらいで水がなくなるパターンが多い。ちなみにこの水と後ほど紹介させてもらおうと思ってるシャワーとかの水って同じタンクなんですか？同じタンクです。でこれ何リッターぐらい入るんですか？100くらいは入ってる。100ぐらいは入ってます。100入るとだいぶ違いますよね。結構使えますもんね。そうですね。シャワーも1回だけ使ってどうしてもお風呂が入れなくて、で家族4人入ったけどそんなに変なかったですね。まあこの後シャワー行った時に紹介しますけど、シャワーヘッド変えちゃってるんで。あ、そうなんですね。節水かなんかのあれに。そうですそうです。全然変ないです。あ、そうなんですね。すごいですね。でこっちがキッチンで、この右側に行くと冷蔵庫が。はい、冷蔵庫です。またでかいっすよね。でかいです。この前回同様でかいんですよね、冷蔵庫。まあ両開きじゃないんでこっち側だけなんですけど、冷蔵庫はもうこれ多分フル活用ですよね。そうですね。お子さんとかいると特に何かしら入れとかなきゃいけないですもんね。そうです。特にうちはもうフライドポテトがそうですもんね。北海道先日行った時は、10パックくらい。あ、もうじゃあこの中詰めて。そうです。これも冷凍にしてこの中にも入れて、で後ろにマキタのねポータブルクーラーボックスあれを冷蔵にして。いやすごいですね。でも逆にあれですよね。それがあれば大丈夫っていう。まあそうです。これおしゃれですね。ここの天窓のこの照明。あ、これこんなのもあったんですね。昨日ここにめちゃくちゃカメムシいて。そこに虫、こういう明かりとか間接照明どうなんだろうって覗いたらめっちゃいて3匹くらい。これはあれですね。この手の車の宿命ですね。ここはもう絶対つけないようにしてるんですよ。キッチンのこの間接照明はここにも虫めっちゃ寄ってきちゃうんで。あ、やっぱそうなんですか。あ、外からシェードを開けてるとめっちゃ来るんで。でもめっちゃおしゃれですよね。この色はめちゃくちゃかっこいい。これは普通に上が窓が開いて、あれですか。パカって上が開くタイプ。そうです。これ回すタイプですね。あ、いいっすね、いいっすね。で、上がこうパカって開くやつですよね。こんな感じで上が開く。
開くタイプです。はい。結構上には上がりますね。結構上がります。でこれあれですか、また網戸みたいな。あ、そうですね。網戸。あ、そっち側に出るんですね。はい、へえ。半々くらいにしてる時が多いんですけど、本当はマックスファンをつけたかったけど、やっぱサイズ的にこうなんかつけれないって言われて、換気とかはもうただの窓を開けるしかないっていう感じで。が、まあ先ほどのこれですよね。普通の換気扇回すか。はい。まあこんな感じでちょっと今前の方をサクッと紹介してもらったんですけど、これ床がついにフラットになったんですね。そうですそうです。前回サンライトの時はつまずいたという。そう、つまずくんすよ。キャンピングカーあるある、この段差が。そうですよね。前回もそこで確か納車してすぐつまずいたっていう。特に子供たちも転んだりもしたから、そう、めぐちゃんがやっぱ一番フラットにこだわってたかも。これはもう本当に今僕が立っているこのシャワー室の前も全部ここまで全部フラットですもんね。全部フラットです。もうそれを探してましたね。ああ。これってやっぱ同じソニックでも前の方とかフラットじゃないですか。どうなんだろう、フラットじゃないの。はいはい。ディスレフはもうフラットじゃないんですよ。ああ、FF ヒーターなんで。はい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 。そうか、ヒーターの関係もあるんですね。そうそうそう。いやこれでもいいですよね。ここがフラットなだけで。はい。そして車がめちゃくちゃ長く見えますよね。これフラットだと。そうですね。そしたらじゃあちょっと後ろ行っちゃってもいいですか。はい。OK です。で今ちょうどなめがちさんが立っているそこで今僕が撮ってたんで、もうその本当ここから後ろがまた別の部屋っていう感じですよね。はい。じゃあちょっとシャワー室の方に先に行きたいんですけどいいですか。こんな感じです。わ、いいっすね。めちゃくちゃかっこいいっすね。これ上もちゃんと窓でかいっすね。今回の。ここにこういう感じでシャワー室があって、あ、なんかこの段差があるんですね。今回のやつが。そうそうそう。ここが。はいはいはい。これちなみに水とかって使ってる時漏れたりとかするんですか。全然漏れなかったですね。あ、そうなんですね。で全然ここはもう普通にシャワー室として。でこのシャワーヘッドをこれさっき言ってたやつですね。そうです。なんかよくテレビ CM でやってる。これだけで汚れが落ちるみたいなやつ。はいはいはい。あ、それに変えたんですね。車用に。霧吹きみたいな細かいやつなんで節水がすごいできる。でこれで実際に使ってみたってことですね。使ってみました。そしたら意外と減らないという。そうで意外と快適。でも広いっすよね。これなんか。まあ子供と一緒に子供洗いながらでちょうどこれ多分タイヤのとこだと思うんですけど、ここに子供を座らせてもこういう風に洗っちゃったり。そうっすね。それ楽でいいっすね。初めての車内シャワー、前の時も使ってなかったんで、めちゃくちゃ快適でした。じゃあ今後まだ使う機会も、そう場所がそういうところがなければ、そうあとはまあ水だよね。その給水とかの予定があるんであれば全然使った方が、1泊2日とかだったら全然シャワーで。そうですよね。キャンプ場とかでももう気にしなくていいですもんね。めちゃくちゃおしゃれです。これでも普段はやっぱそうですよね。この手の人あるあるで、皆さんここあれですよね。ここにかけるんですよね。かけちゃいます。これはあれですか？扉があ、これやっぱりそうなんですね。あ、この方もそうなんですね。ここにも扉があって、これがあれですよね。ここにパカってドアがはまるやつですよね。そう、こっちにもはまります。そうですよね。そうですよね。そのタイプですよね。あ、でもトイレもやっぱり広いっすよね。トイレ広いっす。多分サンライトの時より全然広いかなって。そうですよね。でここにトイレがあって、で水栓があってみたいな感じですよね。でそこが全部収納になってます。壁黒い部分が。これですね。はい。あ、この中に普通にじゃあ歯磨きとか入るような。入ってます。もう全然その収納開けちゃってもいいですね。あ、引っ張るタイプですね。あ、すごい。あ、結構ここ入りますね。結構入ります。いや、これだけ入ったら本当にいいっすね。なんか別に外に出しとかなくても、この中に入っちゃうから。これ混合線なんですか？お湯も出るってことですか？お湯も出ます。めちゃくちゃハイテクっすね。あ、ここ混合なんシンクは普通の水。シンクもお湯出ます。あ、そうなんですね。全部混合なんですね。はい。で、この見どころがここですよね。ちょっとベッドは2つあるんですよね。ここがまずメインのメインベッドで、うちはこれが防水シーツ縫い合わせて作って、さらにこの防水カバーがないと一瞬でビチャビチャになる。ダブル防水だから、本当はここを上げて閉めればなんかシングルみたいな。まあ階段も上がって登りやすいけど、まあどうしてもこの状態になっちゃうのかな。ここにはしごラダーが前と違ってないから、結構登るの大変です。
あ、そうか。本来はこの階段を上がってって2つに分かれるみたいなのが、そうこの辺ここまでですね。あ、で右と左でこう分かれるみたいな。なるほどなるほど。でこれが追加のマットになると、ちょうどこの登るのが、そうっすよね。大人はまああれですよね。子供たちが寝相悪いんでこれがないと。ジュアン2回こっから落ちてるから。寝ながらすごいっすね。ガーンって音鳴ってうちらもびっくりして起きたけど、単行部がっつりなって。あ、そうか。そう、扉を閉めても微妙に隙間ができちゃうんですね。隙間が。はい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 。前のサンライトの時はぴったりで、でここにベッドガードっていうんですか、つけてたけど今回のつかないから。そうなんですね。じゃあこれはクラフトさんがこれを作り直してくれればいいってことですね。そういうことです。この分だけ延長してくれればいいってことですね。まあ今はここで4人で、子供たちが小さいんで。いやこれでもでかいっすよね、ベッド。ベッドはでかいっすね。めちゃくちゃでかいっすよね。もう大体俺ここの端っこでこうやって寝て、まあジュアン海外。子供真ん中でみたいな。そう、大人が両サイドにいないとちょっとここの窓もなんか怖いから。まあそうですよね。前回のサンライズでもおっしゃってましたもんね。万が一出ちゃったらって。で前回の違うのはこれエアコンがここじゃないから棚がちゃんとあるんですよね。あるっていうね。めちゃくちゃでかいっすね。結構入る。もうじゃあそこは大人子供の服とか、あとおもちゃとか、エアコンがないと結構でかい収納がここにできるんですね。サイドはね特に収納がないんで、でもやっぱデザインが綺麗だからあんまり収納ばっかっていうのはあれなんでしょうね。あ、これ横も間接照明がすごいですね。めちゃくちゃおしゃれ。でこれがあれですか、噂のまだ使っていないテレビ。そう、一回もつけたことないみたい。めぐちゃんがここにつけたいって言ったのに、一回も電源入れてないみたい。これはじゃああんまり今のところは出番がないってことですね。出番がないです。出番がないテレビと、これなんですか。あ、これ照明。これ照明ここでもできるっていう。あ、結構全部これで消せるんですね。あ、じゃあ前いちいち行かなくていいやつですね。行かなくて OK。あ、これいいっすよね。で、あとあれですね、ベッドが。ベッド下げるのにちょっと座席をですね倒さなきゃいけないんですよ。あ、そうなんですか。あ、そこまでやっぱ下がるってこと。下がっちゃうんですよ。よいしょ。多分これでいけるとは思うんですけど。おー、すごいっすね。これなんか前回の横ベッドでかくないですか。ベッドでかいっすね。奥行きとんでもなくありますね。本当だ、めちゃくちゃ下がりますね。あ、じゃあ前の席が完全に潰れるんですね。もっと下がります。マジっすか。いや、これえぐいっすね。あ、ここで。今ここで一番下まで来たんです。で、これはラダーあります。あ、そうなんですね。あ、じゃあこれは上がるときは普通に階段みたいな感じなの。まあでもここに乗っかっちゃえば。あ、もうそうっすよね。この高さならいけちゃいますよね。ちなみにこれは全然まだ。一回寝ましたね。一回だけ。子供に見せると、ここに上がりたいって始まっちゃうから、子供はこの存在知らないです。なるほど、まだ知らないんですね。まだ知らない。これ万が一じゃあ動画見ちゃったらやばいやつですね。見せません。あれ、こんなとこ動くのってなっちゃう。そう。ありがとうございます。これはすごいですね。あ、なるほど、そこにも照明が。いや、これソニックのいいところはこれですよね。こういうなんかスペースが本当に上手に使うんで。まあこれもね電動だから。そうですよね。壊れたら。ああ、なるほどなるほど。さっきのシェードと一緒で。オーナーさん壊れて、なんか全部分解したって言ってた。へえ。でこれをね一回一回やんなきゃいけないっていうのがちょっとネックだけど。ああ、まあでもそんなあれですもんね。頻繁に使うあれがなければまだ。いやいや、すいません、ありがとうございます。はい、そうしたら最後ですね、この電気関係のところちょっと見させてもらいたいんですけど、どれがどれなんですか。これがボトルニックのこれがメインのバッテリーのリチウム、ちょっと見てもいいですか。はい。今これ 65% ぐらいで260。あ、結構、あ、そうか、エアコン使ってるから。あ、でも今エアコンはエコフローで動かしてます。あ、そうなんですか。あ、本当だ。あ、今じゃあ全然あれなんですね。日陰なんで普通のソーラーも入ってきてなくて。あ、じゃあ照明だけ、車の照明っていうか、はい、そのだけが今入ってて、これちなみにどんぐらい入ってるんですか。400ですね。リチウムすごいですね。400アンペアアワーのリチウムプラスデルタプロってことですね。そうですね。このエコフローですね。これこんなパネル売ってるんですね。
これ本当1万円くらいで。これは後ほど見せてもらうトランクに入っているデルタプロってことですよね。に繋がってるってことですね。そうです。わざわざこれ繋げてるんですけど、飛ばすこともできるけど、不具合起きたら嫌なんで、わざわざこれ繋げてるんですよ。ケーブルでってことですね。これって、こっからどんなことできるんですか？AC のオンオフと、そうですね。で、DC のオンオフをこっからできるんですね。できます。じゃあ向こうで差しっぱにしとけば、こっから使えるってことですね。これ便利ですね。で、あとはこれはインバーターはこれは中のそうですね。あれですね。これの押すとリチウムでやる時のナビの切り替えはあれか。なんかこんなの今あるんですね。表示なんかトラストさんが貼ってくれました。もうこれ以下になるとダメですよみたいな。これ意外とあると便利ですね。でこれがアルデ。ね、あとボイラー。だからこれあれですね。アルデが入ってるってことは床暖房が入ってるってことですよね。床暖、壁暖です。すごいですね。これちなみに床暖房とかって、こういう床でもなるんですか、普通に？もう全然あったかいです。すごいですね。これはもう温度設定だけするんですか？もう普通にオンオフみたいな感じで。これはでもいいっすよね。で、ガスやりたい時はガスと。これで切り替えるんですね。電気とガスでここで切り替えができて、あとこれ走ってる時の熱とかも使えるんですか？使います。そうっすよね。で、ボイラーやりたい時は。じゃあシャワーとかそっちでやるってことですね。で、この横がメインのコントロールパネルで、水道使いたい時はこう。そこでやるんですね。外気温、内気温とか、浸水のパワー、排水のパーセンテージ。だいぶかっこいいっすよね。今のここ。まとまってていいっすよね。そしたら、このちょっと例のシステムを。ちょっと今エアコンつけてるんで、室外機の音があれですけど。いや、すごいっすね。これが例のデルタプロ。デルタプロ本体。裏側になってるのが、これがデルタプロで、前ここに入れてたんですよ、ベスト。で、今がここにエクストラが。昨日、一昨日積みました。デルタプロ×デルタプロみたいなもんですよね。そうですね。いや、すごいっすよね。で、これが基本的には、エアコンとかを使う AC の大きな電力は基本はこっちで回すってことですね。そうですね。で、これがなくなったら、リチウムの400に切り替えて、これ充電とかってどういうふうにされてるんですか？充電はこの配線が、ソーラー。300。もう屋根のソーラーから電源もらってるんですね。もらってます。で、外部電源挿したときは、ここにこう挿すと、外部電源から充電が。なるほど。例えば今日みたいな電源サイドの時は、これを挿しとけばいいんですね。そうです。挿しといて、普通の外部電源をつなげば、これが使える。充電できるんですね。充電されます。これ便利ですね。このコードが本当エコフローさん長いのを出してくれれば、正面を向けたままいけたんですけど、もうどうしてもこれ、センチャー50センチくらいですかね。しかないから、向こう側でコンセントとか使いたいときは向こうにこう挿さなきゃ。そうか。向こう側にインターフェースがあるんですよね、AC の。だからこの線がこういう感じになるってことですね。ソーラーの線とかも外しちゃえば、こっちに行けるんだろうけど。デルタプロのエクストラって初めて見ました。あるんですね、こんなの。もう一台つなげれるみたいな。そうなんですか。じゃあデルタプロかけるエクストラで。ワンちゃんがいなければ、もうこれ1個で全然良かったけど、結局うちらが車離れてる間もエアコンをかけてなきゃいけないっていうので、一応安心材料でつけたっていう。なるほど。そう言われると確かにそうですね。で、自動で切り替わんないんですよ。エコフローがなくなったから、じゃあ、リチウムの400の方に、パチンって自動で行ってくれればいいんですけど、行かないから。一回じゃあもう一回入れ直すみたいなことですね。入れ直さなきゃいけないんですよ。そうですね。そういうことができるようになれば、またより快適になるってことですね。これはあれですよね。別室になってるんですよね、中とは。デルタプロどかせば中と繋がってます。引き出しが。もうあるんですか？あります。じゃあ最悪そこからでもなんか出せなくはないってこと？で、ここに外部シャワーが。外部シャワー？ここにこうつなげると外部シャワー。外で使えるんですか？外部シャワー結構使ってます。犬の足洗ったり。めっちゃ便利ですね。これはダイソンの。ダイソンの充電をしてる。じゃあ100ボルト使えるんですね、ここで。車側でも使えるってことですか？使えます。これがまだあんまりやってる方がいないデルタプロの本気組ですね。本当にポタ電だけで、リチウムを400積みつつも、ポタ電を主体で、先日出ていただいたアドリアのオーナーの方が今日も
今日も一緒に舐めるようにして見てたね。今日も実は一緒に次やった時こうなってるで一しょ。こちらの車両にもデルタプロは乗っかってて、でこっちはデルタプロが2台になったってことですね。いやすごいですね。ありがとうございます。はい。そしたらちょっと今回もいろいろと見させていただきありがとうございます。ありがとうございます。で最後ですね、ちょっと今回ですね、サンライトから乗り換えたということで、大きさ的に言ったらやっぱ 7.5 から 7.5、大きいのから大きいのに乗り換えられたじゃないですか。これってなんかやっぱ理由とかってあるんですか？一番の理由は、前のがセミフルコンで、今回フルコンで、前のセミフルコンだと、プルダウンベッドが真ん中から降りてくると。で、ここの座席が常に使えなくなってたっていうのが結構、海源がもう上好きだから、泊まるたびに上に乗りたがって、僕とメグちゃんとジュアンは床でご飯を食べてっていうのが多かったっていうのが結構一番の理由。でも絶対これを見せたらダメ、海源に。これですね。なるほど。じゃあ一番はやっぱそういう理由があって、大きいのから大きいのと。正直な話、前回のサンライトとかって、思った以上な金額で取ってもらえるんですか？それとも思ったより安かったですか？いや、想像通りくらい。じゃあそんなにブレなく、予想通りというか。こんなもんでしょうっていう。これちなみになんですけど、この車って総額どれぐらいいってる？オプション込み。全部込みで。2300くらい。結構いきますね。でもあれですもんね、変な話、今国産ボーダーとかも結構いくじゃないですか。それこそ2000万超えてくるんで、それを買うかこれを買うかって言われると、確かにちょっと悩んじゃいますよね。この車のこの仕様というか、ちょっと国産にはない雰囲気っていうか、これはこれでまたいいですね。ボーダーもボーダーですごく乗せてもらった時にやっぱすごい車としては良かったんですけど、これは本当ありですよね。あと納期が、これ注文したのが4月か5月くらいで、半年後くらいには納車になってるから、それも決め手の一つ。早いですね。早かった。確かに早いです。そう、タイミングが良かったっていうのか、もう今日吉川さん決断するんだったら12月頑張って納車しますって言われて。もう初見で買えみたいな。じゃあ頑張りますかみたいな。お互いすごいですね。そう、これにたどり着くまで結構いろんな車両を見てたんで。そうなんだ。そういえばずっと探してましたもんね。そう、探してて、買うならこれかなっていうニースマンとかも高くていけないし。で、ボーダーと結構迷ったんですよ。ボーダーの場合はバンクベッドの高さがちょっとジュアンと海源危ないなっていうことで。そうなんですね。じゃあいろいろあって実際乗り換えてみて、もう今どれぐらい経ちます？だから1年までいかないですけど8ヶ月9ヶ月ぐらい。実際どうですか？比べてみて前回のサンライトと車的には同じデュカトですね。デュカトだけど去年のモデルからデュカトが結構内装のモデルチェンジしてメーターとか全部液晶になって、サイドブレーキもプッシュとかそこはあんまりね、あれだけどハンドルのステアリングがもう全然違うなって。デュカトでもデュカトベースで違うってことですね。全然違う。そこが一番なんか今回のフィアットは力を入れた部分みたいで、ステアリングの重さ。じゃあこれだけ大きい車であっても大きさを感じないハンドリングができる。そう、僕普段アルファード乗ってるんですけど、ハリアーとか、それよりハンドル軽いからいや本当びっくりするんですよ。国産の普通のいわゆるそういう車よりも逆に軽い。指一本でこのくるくるくるって回る。とあと前の車と比べるとセミフルコンの方が走行性は大型車とか通り過ぎた時の巻き込みフルコンの方がちょっと怖い。そうなんですね。っていうのはちょっと運転は怖いかなっていう。ヘッド車がそのまま残ってた方が運転はしやすかったかな。じゃあ車としての性能もだいぶデュカトベースの性能もだいぶ変わって。でこの内装のところキャンピングカーの部分っていうのもサンライトとやっぱ比べると全然違います？別物っすね。サンライトに比べてアドリアの方が使い方とか使い心地っていうのも全然別物というか。別物でやっぱりこのアルデとかがすごい良かったなって。前のは FF ヒーターで結構やけどするんじゃないかっていうくらい熱風が出るからその辺も安心。アルデヒーターでもあれですよね、一回使われちゃうともうこれの方がいいっていう人が多いですよね。もう冬ぜひうちの車乗ってもらえれば。ちょっとまたじゃあお邪魔します。もうポカポカなの。逆にちょっとここだけはみたいなのあります？ソニック乗って。そう、この扉のソニック乗って多分マトリックスとかもそうなんだけど、このオートロックの
ピッて押すとガチャンってもちろん閉まるんだけど、はい、ここが接点なんですよ。ああ、はいはい。アドリア。あるんですね。これがもうめちゃくちゃ不具合が多くて、鍵が閉まってるけどハンドアの状態になって、警告がピン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 運転中になるっていう事例がものすごい多いらしいんですよ。あ、そうなんですね。そう。これ接点復活剤でつけてちょっときれいにすると、はい、治るっていうか。治るけど、やっぱそれがもう嫌で、はい、何回も出してて直しにクラフトに。はい、で今回国産の接点を、はい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 。ここと、はい、マグネットですよね。そう、これパナソニックのはいやつなんですけど、ここを接点にして、ここ電源今オフな状態になってる。ああ、なるほど。電子やめてマグネット接点に変えたんですね。そう。で、国産のものにすると全然 OK です。あ、もうそれからは。はい。だから多分、ソニックの去年納車されてる方々ってみんなここがもうおかしいね。まあこの動画をね、見て、こういうのやってくれとかって言うと多分やってくれると思うんで。あ、そうなんですね。4回直しに出したんですよ。横長テールのアドリアはこれが弱い、ね、特に2022年モデルのヘッド車の方はもう多分だからもうこれにすると、はい、まあ解決と。へえ、ようやくたどり着いた答えなんですね。これが残念なとこと、はい、あとは何だろう、そこまでまあないかなっていう。はい、あ、じゃあもう今のところまあそれ以外のところで、まああとクルーズコントロールが減速したら減速されないっていう。そうなんですか？そう、2023年モデルからそれが改善される。あ、そうなんですね。それもじゃあ車的な問題というか。そう、ちょっとね、クルーズコントロールは残念かなっていう。ちなみにクルーズコントロール使うことってあります？結構使いますね、高速は。そうなんですね。すごいですね。それでも標準でついてるってすごいですよね。なかなか国産だと聞かないんで。じゃあそれ以外はもう特に。特にですね、想像通りの。じゃあ今のところ買い替えてよかったなっていう感じが。よかったのが大きいですね。あ、そうなんですね。やっぱり。同じサイズから同じサイズ乗り換える方って多分結構レアだと思うんですよね。多分これよりでかくすると、こう観光とか RV パークとか困るのかな。ギリギリ。じゃないですか、二軸でと結構厳しいのかなっていう。このサイズで出かけてる時って、なんかやっぱ結構気にされたりします？駐車場入るかどうかとか。駐車場は、まあそう、スーパーとか、高知はうち、ね、バスが行くようなとこしか行かないんで。なるほど、なるほど。あ、街ぶらとかはないから、はいはいはい。特にその辺は旅のスタイル的には困んないかな。バスが入れば入るんですもんね。なるほどなるほど。そう言われてみればそうですね。そう、だからスーパーくらい Google マップで。じゃあそんなにさほど苦労することは今のところないです。本当にありがとうございました。ありがとうございます。なんかいろいろとお伺いさせていただいて、まあちょっと最後ですね。ちょっとこれ前回もお聞きしたことになっちゃうんですけど、まあやっぱりじゃあ総じてキャンピングカーは良かったかなっていうのが。キャンピングカーは良かったと思います。特に、めぐちゃんもね、良かったって言ってるんで。あ、本当ですか？そう、ファミリーが。はい。いいっすよね、家族であれば。キャンピングカー良かったよね。よかったよかったよかったみたいです。はい。ということで、すいません。じゃあ今日はお忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ皆さん、なめかじチャンネル、こちらですね。先ほどからちょっと映っているこのロゴのなめかじチャンネル、ぜひよろしくお願いします。概要欄にまた貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。じゃあすいません、なめかさん。今日はありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンも押したら、じゃあまたね、バイバイ。